ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、ネットフリックスの子供向け番組における LGBTQ 表現の実態と機能していないレーティングシステムの話題についてよ。子供向け番組？アンパンマン的なやつの話？それがどうかしたと？現在、アメリカの団体が発表したあるレポートが波紋を呼んでいるの。なんと、私たちが子供に安心して見せられると思っている番組の中に、実は親の知らないメッセージが大量に含まれているかもしれないというお話なの。はぁ？なんでそれ？子供向け中たら歌ったり踊ったり悪いばい菌をやっつけたりするもんやろ？そこに何のメッセージが入るわけ？それがそう単純じゃないのよ。今日は子供向け番組の4割に含まれる驚きの内容、親を欺くレーティングシステムの闇、そして懐かしのアニメが別物に改造されている現実について徹底的に解説していくよ。これを知らないと葵も将来子供に何を見せればいいかわからなくなるかもね。なんか脅してくるやん。まあいいわ、そこまで言うなら聞いたる。その驚きの内容って何なん？事の発端は CWA という団体が発表した新しいレポートなの。彼らがネットフリックスで配信されている子供向け、家族向け作品326本を調査したところ、衝撃的な事実が判明したのよ。326本も見たん？暇人。いや、熱心やね。で、何が分かったと？なんと、ネットフリックスの子供向け番組の3分の1に LGBTQ 性的少数者をテーマにしたコンテンツが含まれていたの。さらに驚くべきは、テレビ G 全年齢対象やテレビ Y7、7歳以上対象といった親たちが中立的で安心だと信じているカテゴリーに限ってみると、その割合は 41% にも達していたのよ。はぁ？4割？ちょっと待って。それ多すぎやない？テレビ G って言ったら誰が見ても大丈夫なやつやろ？そこにそんな複雑なテーマが入っとると？そうなの。CWA のレビューでは最年少の視聴者を対象としたコンテンツも含めて分類されているんだけど、結果はこうなっているの。テレビ G とテレビ Y7 のタイトルの 41% に LGBTQ テーマが含まれている。ネットフリックスの青少年向け番組全体の 33% にこういったテーマが含まれている。ここまではまだ今の時代だしねと思うかもしれないけど、次が衝撃よ。未就学児向けであるテレビ Y カテゴリーのネットフリックス番組でもなんと 21% に LGBTQ テーマが含まれていることが分かったの。はぁ？未就学児って幼稚園とか保育園の子やろ？まだトイレトレーニングとかしとるレベルやん。そんな子らにジェンダーとか見せてどうすると？意味わからんやろ。葵の言う通り、そこが一番議論を呼んでいるポイントなの。CWA の CEO であるペニー・ナンス氏も調査結果の範囲、特に幼児向けコンテンツに関する結果に驚いたと述べているわ。最も小さな視聴者層を対象とした番組の 20% 以上に LGBTQ のテーマが含まれていました。未就学児までターゲットにしていたことに私は一番驚きましたってコメントしているのよ。そりゃ驚くわ。英才教育にも程がある場合。で、具体的にはどんな感じで出てくると？いきなり私は男でも女でもないとか言い出すと？調査によると描写は多岐にわたるそうよ。明確に特定されているキャラクターが登場することもあれば、暗示的だったり背景的な要素として描かれたりすることもあるみたい。例えばマジックスクールバスライドアゲインやストロベリーショートケーキ、大都会のベリーといった作品が例として挙げられていて、これらにはジェンダー政治をテーマとした登場人物が登場すると報告書には書かれているの。マジックスクールバスであのバスが小さくなって体内に入ったりするやつやろ？理科の勉強アニメやん。そこにジェンダー政治？ストロベリーショートケーキもただ可愛いケーキの妖精みたいな話やなかったっけ？夢壊れるわ。本当にね。でもここで問題なのは内容そのものよりも親がそれを事前に知る術がないということなのよ。ペニー・ナンス氏はストリーミングサービスの年齢表示、レーティングの信頼性を批判していて、親が子供に何を見せるかを決める際に年齢表示だけに頼ることはできないと主張しているの。でもレーティングってこれは暴力シーンがありますとか喫煙シーンがありますとか教えてくれるやつやろ？あれ嘘なん？嘘というか基準がガバガバなのよ。ペニー・ナンス氏は結局のところ評価システムは機能していないのです。放送局と企業が自ら評価しているのですと言っているわ。
つまり、第三者が客観的に審査しているわけじゃなくて、ネットフリックスが自分で、これは子供向けですって決めてるってことなの。なんそれ。自分でテスト受けて自分で採点しとるようなもんやん。そりゃ、100点満点になるわな。ずるくない？まさにその通りよ。報告書によると、ネットフリックスは他の主要なストリーミングプラットフォームと同様に、独立した第三者による審査ではなく、内部プロセスに基づいて年齢区分を決定しているそうよ。これじゃあ、透明性もあったもんじゃないわよね。なるほどね。企業側が、これは教育にいいって思い込んだら、親がどう思おうが、全年齢対象の印鑑をしちゃうわけか。恐ろしか。で、ここで、みんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価を押してね。あと、私たちの動画を見逃さんためにも、ベルマークの通知もオンにしてね。登録してくれんと、葵、泣くばい。葵が泣く前に、ぜひ登録をお願いね。さて、話を戻すと、ネットフリックス側にも言い分というか、方針はあるみたいなの。記事で引用されているネットフリックスの企業レポートによると、2023年にリリースされた同プラットフォームのエピソードコンテンツの半数以上に LGBTQ キャラクターが登場しているそうなの。半分以上？それ、もう多様性通り越して、それがメインになっとらん。さらに CWA の研究者は子供向け番組ではその割合がもっと高くて、昨年新たにリリースされた子供向けタイトルでは 60% に達したと主張しているわ。60%？ 10 本あったら6本？逆に普通のお父さんとお母さんが出てくるアニメ探す方が難しくなりそうやね。なんでそんなことになっとると？ CWA は LGBTQ の自己認識の増加をより広範な文化的傾向と関連づけているの。ギャラップ社の世論調査によると、Z 世代の LGBTQ 自己認識は2017年から2023年の間に2倍以上に増加したんですって。特に世界的なロックダウン中にストリーミング消費が増加した2021年が重要な転換点だったと指摘しているわ。ああ、コロナでみんな家に引きこもってネットフリックスばっかり見とった時期か。そこで一気に洗脳。いや、教育が進んだってこと？そういう見方もできるわね。CWA の調査ではさらに過激なデータも出ているの。彼らはコンテンツの過激さをメタ、暗示的、クイアコードか、露骨的の順に格付けしたんだけど、テレビ Y7、7歳以上向け評価の番組の 24% に露骨なゲイの性的コンテンツが含まれていたことが分かったの。ちょっと待って。露骨ってどういうこと？ 7 歳って言ったら小学1年生とか2年生よ。ここでの露骨というのは同性愛やトランスジェンダーであることの公然たる宣言や性的なニュアンスを含む行動などを指しているみたいね。7歳の子にそういう複雑な性の話をアニメで見せる必要があるのかという議論はどうしても起きるわよ。必要ないやろ。掛け算くもまだ怪しい時期にそんな大人の事情を見せられても混乱するだけたい。親だってまさかピカピカのアニメ見ててそんなシーン出てくるとは思わん名門。さらに CWA はリブート作品の問題も指摘しているの。これが結構根深いのよ。リブートって昔のアニメを新しく作り直すやつやね。それがどうしたと？古いシリーズのリブートや長期シリーズの後期シーズンではそれまで存在しなかった LGBTQ キャラクターが頻繁に登場していると報告書で述べられているの。具体的にはシーラ、パワーレンジャー、ベビーシッターズクラブ、フェアリーペアレンツなんかが挙げられているわ。はぁ？パワーレンジャーってあの戦隊ものの？正義のヒーローが敵と戦って爆発ドーンじゃないと？ペニー・ナンス氏はこれらの変更は作品本来のトーンからの逸脱であると指摘して、これらの素晴らしいシリーズが左翼思想やジェンダー思想に偏った内容に書き換えられてしまったのは残念だと語っているわ。要は昔のファンや親たちが知っている作品の世界観を使って全く別のメッセージを子供に植え付けているんじゃないかという批判ね。それ一番立ち悪くない？親は、あ、これ昔パパも見てたやつだ。面白いぞって安心して見せるやん。そしたら中身が別物になっとるとか詐欺やん。思い出レイプもいいと答え。葵のその毒舌あながち間違ってないわよ。CWA の報告書もレーティングだけをチェックして安心できる時代は終わりましたと警告しているの。親が警戒するのは当然です。残念ながらネットフリックスは業界の多くの企業と同様に親を失望させてきましたとペニー・ナンス氏は締めくくっているわ。失望どころか激怒やろこんなん。でもさ、これってネットフリックスだけが悪いと？
世の中の流れ的なもんもあるんやない？鋭いわね、葵。CWA の報告書には、グラードという人権擁護団体の影響についても書かれているの。彼らは数十年間にわたり大衆メディアにおけるゲイ表現の拡大を求めてロビー活動を行ってきたのよ。ロビー活動って政治家とか企業にお願いして回るやつやね。そう。グラードは過去20年間、毎年テレビにおける私たちの現状というレポートで進捗を追跡していて、最新の報告書ではテレビにおけるゲイの表現が 4% 増加したと成果を誇っているわ。そして1997年にコメディアンであり喜劇俳優でもあるエレン・デジェネレスがオプラ・ウィンフリー氏が司会を務めていたオプラ・ウィンフリーショーというトーク番組内でカミングアウトした時は大騒ぎだったけど、今では当たり前の出来事になっていると分析しているの。なるほどね。活動家の人たちが頑張った結果、テレビの中が虹色に染まったわけか。でもさ、大人のドラマならともかく子供向けアニメまでターゲットにするのはやりすぎやない？そこなのよ。報告書では子供向け番組に詰め込まれるゲイ関連コンテンツの増加と番組制作者がそのコンテンツを声高に擁護していることから、コンテンツ制作者は子供向け番組を既存の規範を単に反映するものではなく文化変革のツールとみなしていることが証明されていると主張しているわ。つまりアニメをただの娯楽として作っているんじゃなくて社会を変えるための道具として作っているということね。うわぁ、なんか背筋が寒くなった。子供は実験台やないんやけどね。純粋に物語を楽しみたいだけなのに、大人の思想をねじ込まれるとか、たまったもんやないわ。それじゃあ、このニュースに対するネット上の反応を見てみようか。おう、みんななんて言いようと？やっぱり、賛否両論、いろんな意見が出ているみたいで。まず、子供に何を見せるかは、親が決める権利がある。勝手に思想を混ぜるな。レーティングが信用できないなら、一度親が全部見てからじゃないと、子供に見せられない。そんな暇ないよ。昔のアニメを改編するのはやめてほしい。新しい作品で勝手にやればいいのに、といった怒りの声が多いわね。そりゃ、相対。親御さんたちは忙しいんやから、ネットフリックスをベビーシッター代わりにしとる家も多いやろ。そこで変なこと教えられたら困るって。一方で、多様性を教えるのは早い方がいい。自分と違う人がいることを知るのは大事。現実世界に LGBTQ の人はいるんだから隠す方が不自然。嫌なら見なければいいだけ。解約すれば？と、こんな意見もあるわ。まあ、嫌なら見るなは正論やけどさ。でも、全年齢対象って書いてあったら見るやん。そこが騙し討ちみたいになっとるのが問題なんやない？この番組には思想が強めに含まれています。で最初にデカデカとテロップ出せばいいんよ。葵にしては明暗ね。透明性があれば親も選べるものね。今回の CWA の調査はストリーミングプラットフォームの内部基準と保護者の期待の間に広がる溝を浮き彫りにしたと言えるわ。今後評価システムの見直しやより詳細なコンテンツ警告の表示なんかが求められる議論に発展しそうね。ほんとそれ。企業側が良かれと思ってやってることが親にとっては余計なお世話になっとるこの現状なんとかせんとね。子供たちの純粋な目を曇らせんようにしてほしいもんやわ。ということで今日はネットフリックスの子供向け番組に含まれる LGBTQ 表現と機能不全に陥っているレーティングシステムという話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？時代の流れだから仕方ないと思ったか、子供向け番組に政治を持ち込むなって腹が立ったか、今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。